茶碗蒸し、北大城参陣。茶碗蒸しのことは、皆さんよくご存知のことでしょう。ところが、これにもいろいろとコツがある。東京のは概して卵が多く、塊が強すぎて面白くない。一体に茶碗蒸しの卵の固まったのは上等とは思えない。これをもって茶碗蒸しを語るものではない。それよりも関西の、ことに京都などの安物の茶碗蒸しの方が、良い料理屋で卵を多く使って吟味したのより、料理になっている。この安い茶碗蒸しがうまいというのは、卵を経済的に使っているからである。私がある時京都で、ある人の宴会に招かれたことがあった。確か祇園だったと思う。その時、ふとした弾みで、茶碗蒸しを食ってみたくなったので、傍らにいた芸妓に言いつけた。すると、その芸妓が女中に頼むのに、卵をこうしてや、薄いのは嫌と申すのであった。これは気の張った客であるから、いわゆる、京都風に卵をケチにしてはいけないというわけである。ところが、そういう特別の注文でこしらえたのはうまくなかった。つまり、卵がコテコテに固く固まっていたからだ。卵は薄めにして、茶碗を手に持つと、ゆらゆらと卵が体ごとゆする程度に作るのが良い。そうすると、スルスルして口当たりがよく、しかも、卵臭くなくて良いのである。京都風の茶碗蒸しが、ちょうどこれに当たる。元来、京都人というのは、昔からケチなので評判だが、そういう京都のケチン坊から割り出された料理で、なかなか捨てがたい。安い茶碗蒸しが一つの証拠である。私は最初、ある日神から安物の茶碗蒸しなどは、良いものとは思っていなかったが、いろいろ味わってみると、存外その方が上等だった。茶碗蒸しのコツはそこにあるのである。それがまた料理のコツなのである。すなわち、卵1個を2個から2個半までの出汁で割って、薄くするとともに、それを蒸しすぎないことである。要するに、卵は薄いものがいいという認識を、茶碗蒸しの上にはっきり持つがよい。私も最初はこの認識が足らなかった。なお、付け足しに申し上げると、中身は鴨、うなぎ、銀杏、ゆり根、新庄、きくらげなどがよい。